カラスとウサギ。ある山にカラスが住んでいました。カラスは毎日のように人里に降りて行っては何かおいしいものはないかと探して歩いています。ところがある日目を覚ますと辺りは白銀の世界。すべてが真っ白で目が痛いほどです。カラスは一本の木に止まり人里を眺めました。するといつもは人がたくさん歩いているはずの里に人の姿が見当たりません。そういえば今日は正月だと言っていたな。ここ数日人里に降りるとやたらと人間がせわしなく動いている姿を目にしていたカラスは今日が正月であることを思い出しました。正月の上に雪なのですから人間の姿が見当たらないのも仕方のないことでしょう。それにしてもこう雪が積もっているのでは果たして餌にありつけるかどうか。今日のご飯はどうするかな。いつもならゴミを漁ることも簡単ですし食べ物を探すのも問題なくできるのですが正月ともなるとゴミは出されていないし食べ物を探すのは大変なことだと思われたのです。カラスはしばらく考えていました。しかしいくら考えても食べ物が見つかるはずもありません。そこでまずは人里に降りてみようと思いました。降りていけば何かあるだろうと思ったのです。何せ正月だからきっとどこかにいつも以上のごちそうがあるはずだ。カラスは真っ白な雪の世界へと翼を広げて飛び始めました。あちこちと飛び回りいつもは置かれているゴミもなく落ちていそうな食べ物も雪で隠れているのか何も見当たりません。これは困ったぞ。と思った時人間の庭先につながれている犬が目に留まりました。そして犬に近寄る人間の姿。どうやら手には犬の餌があるようです。正月なんだからきっと犬だっていつも以上のごちそうをもらうはずだ。そう思ったカラスは人間が家の中に入ると犬に近寄ることにしました。人間は犬の前にご飯が入っている皿を置くと寒い寒いと体を小さくしながら家の中に入ってしまいました。自分は寒いから家の中、犬は寒くても外か。薄情なものだな。カラスはそんなことを考えながらも犬に近づきました。犬の皿からはいい匂いがしてきます。とはいえ、むやみに犬に近づいたのでは気の荒い犬だったら噛み殺されてしまうでしょう。カラスは犬に捕まらないくらい離れたところから声をかけました。やあ、犬くん、さすがは正月だね。ごちそうじゃないか。えあ、あれ君はこの間の。なんだい僕のことを知ってるのか。もちろんだよ。カラスは思い出したのです。数日前に山に人間と一緒に来た犬で人間がウサギを仕留めようとした時に見事に獲物を取り逃したということを。あの時は大変だったね。見てたのか。ああ、しっかりと見ていたよ。君の飼い主はかなり怒っていたね。ああ、でもあんな失敗は今まで一度もしたことはなかったがね。
だろうさ。君は優秀な犬のようだからね。そんなことがカラスの君にわかるのかい？俺はあちこちの犬を見てるからね。山にはたくさんの犬と人間がやってきて狩りをしているが、君はなかなか見事な猟犬じゃないか。そう思うかい？もちろんだよ。カラスはずる賢く笑いました。本当はそんなこと全く思っていなかったのです。それどころか、うさぎを取り逃がしたのを見たときは、なんて間抜けな犬なんだと笑っていたのですから。ところで今日は正月だね。君のお皿にはいつも以上のごちそうが入っているようじゃないか。ああ、毎年正月にはごちそうが出るんだよ。さすがは立派な猟犬だ。ところで、こんな提案があるんだがね。犬はカラスの提案というのを聞くと大きくうなずきました。それは、君が取り逃がしたウサギだが、俺はよく知ってるんだ。そのウサギを俺がここまでおびき出してきてやろうじゃないか。そうすれば君はこの間の失敗を挽回できるだろう。飼い主の前で見事仕留めてみせればかなり褒めてもらえると思うがどうだい？そんなことができるのか？俺にかかれば簡単な話さ。その代わり君のそのごちそうを俺に分けてほしい。腹が減っていたのではうさぎをおびき出すこともできないからね。犬は心よく餌を分けてくれました。その皿には普段なら食べることのできないようなおいしいものがたくさん入っていました。これは本当にごちそうだ。そう言ってカラスは大喜びで食べました。お腹がいっぱいになるとカラスはごちそうさまと言って飛んでいってしまいました。犬はカラスと約束はしたものの、そんなことができるのだろうかと心配になりました。しかし心配しても仕方がありませんし、あれだけ話し上手なカラスです。きっと簡単にウサギをおびき出してくれることでしょう。だから犬は心配することをやめて小屋の中に入ると体を丸めて寝てしまいました。お腹のいっぱいになったカラスは犬との約束を忘れてはいませんでした。うさぎをどうやっておびき出すかと山へ向かいながらずっと考えていたのです。まずはうさぎのところに行って今のごちそうの話をしてやろう。そうすればきっと人里に降りて餌を取ろうとするだろう。それでもダメな時は別の手を考えよう。そう考えるとカラスはうさぎが住んでいる穴へと向かいました。穴の中を覗くと数匹の子うさぎが楽しそうに遊び、そのそばに母うさぎがいました。この雪だし冬ということもあり、餌なんてないはずです。それなのに子うさぎたちは全く気にしていないのか元気に遊んでいるのです。やあ、うさぎさん。カラスは穴の中の親うさぎに声をかけました。あら、カラスさん。今日は正月だよ。餌を探しに行かないの？正月なんて関係ないけど、餌は探しに行きたいわね。でも、この雪だから。そうだよね。だけど、正月だからこそ餌があるってもんだよ。どういうこと？カラスは今しがた犬の皿に盛られていたおいしいごちそうの話をしました。
あんなごちそうは正月じゃなければ到底口にはできないものだよ。カラスはさっき食べたごちそうを思い出しながら、どんなものが入っていたのかを事細かく説明しました。そしてその犬の話も。その犬はね、この間君を捕まえようとした人間の犬なのさ。人間は捕まえられなくてかなり怒っていたからね。だからもう一度君を捕まえたいと思っているだろうね。うさぎはじっと黙って聞いていました。どうだい、そんな間抜けな犬なんだから餌をもらったところで捕まりやしないよ。うさぎが行きたくなるようにとペラペラと話し続けるカラスをじっと見ていましたが、カラスがいなくなると子うさぎたちに言いました。さあ子供たち、お引っ越しをしますよ。うさぎはカラスの話を聞いているうちに分かったのです。このままでは近いうちに人間と犬がこの住処を知ってしまい、ここにやってくるということを。それもカラスが全部教えてしまうだろうことも。だからカラスがわからない山の奥に引っ越ししようと考えたのでした。そうしなければ子供たちを守ることができないでしょう。うさぎは子供たちに用意をさせると、自分たちの住んでいた穴から出て山奥へと歩き始めました。一方のカラスはというと、犬がのろまで役立たずかと話したのだから、これできっと犬のところに餌を取りに行くだろうと考えていました。カラスはこれで約束は果たしたのだと胸を張って巣に戻ったのでした。おしまい。